ただいま戻りました。ありました。魔道具の修理に使えそうなもの。分解すればパーツを代替品にできると思います。しかし、なぜプラチナ様はそんなに疲弊している？荷物がそう重いようには見受けられないが。店に行った時のこいつのはしゃぎっぷりに当てられただけだ。ごめんなさい。あまりに珍しいものばかりだったので。何かお宝があるかと思ってついてったのが間違いだったぜ。何これ、初めて見ました。わあ、こんな年代品まだ残っているんですね。おじいちゃんのところでしか見たことない。すごすぎます。ここはレアな魔道具の宝庫ですよ。もう全部買い占めたいくらい。店主に人形についていた魔道具の機能を尋ねるということだったが、そちらは？はい、それもバッチリ聞けました。僕の予想とも合致していたんですが、あれは録音ができるものだって教えてもらいました。はい、コエトルですね。思想はおそらく同じものです。おかげで修理のプランも目処が立ちました。けどあの魔道具、当時は相当に高価だったみたいで、比例して性能も飛び抜けているんですよ。とにかく記憶量が膨大で、ざっと20年近くは録音ができてしまうそうなんです。それに粉々にでもならない限りは当時の音声データもちゃんと保存されているはずだろうって。普通にすごいな。それだけ便利な魔道具なら今も流通しててもおかしくないと思うが。それは大変現実的な理由なんですが、コストの問題ですね。一般的な制作コストの何十倍もの金額がかかるんです。はあ、そりゃ作ろうって方がバカだろ。大赤字背負い込むんだ。流行んなくて当然だな。だが、つまり修理さえすればあの老人の希望が叶う可能性はますます高まったということか。ギー様、条件は整ったようだが、修理自体はどれくらいかかるのだろうか。だいたい1時間もあれば問題ないかと。早速取り掛かりますね。ふむ。では私は人形の外装をきれいにし、可能な限り当時の姿を再現しよう。せっかくの機会だ。素材はそのままに、より長い時を過ごせるよう力を尽くしたい。私も手を貸そう。細かな手先の作業ならば自信がある。俺も何か手伝うか？
今のところ手は足りている。それにシオン様には明日もまた光のお兄さんという大役があるだろう。了解。大役かどうかは置いといて遠慮なく休憩しておく。マテオはシオンと一緒だろ。シオンと一緒。キーパー様、この部分を任せたい。ハインケル様はこちらの汚れを落としてくれ。キーパー様は一生懸命だな。あなた自身も言っていたが、あの老人との関係性は希薄だ。親しくもない他人のために努力ができる。あなたらしいと思う反面、実のところ理由がわからない。なぜそんなことを？多くの人間はそのような行動はしないはずだ。なるほど。確かに独りよがりだ。だが、不思議と指示したくなる。マスター、誰かを救おうとするその心、私もまた君を敬おう。たとえ偶発的だとして、その気持ちは紛れもなく君自身の心のありようなのだから。最後にこれをこうして。はっ、治りました。はい、これで再起動できると思います。そこはできるって言い切れよ。しまらねえやつだな。そんなこと言われても50年以上前の魔道具ですし、自信はないですよ。だったら今試せばいいだけだろ。ああ。ダメなら再度調整を重ねればいい。ぐふふ、正論がビュンビュン飛んでくる。ともあれ、試してみないことには始まらないのも事実だ。スイッチオンですね。それじゃあキーパーさん、起動をお願いできますか？いいんじゃないか。もともとこの件を言い出したのはお前だろ。誰も異論はない。どうか起動してみてほしい。